シベリア抑留。それは戦争が終わった後にも続いたもう一つの戦いでした。敗戦とともにおよそ57万5千人の日本人が祖国から引き離され、シベリアや中央アジアの収容所へと送られていきました。氷点下の寒さ、終わりの見えない強制労働、その過酷な日々の中で5万5千人以上が二度と日本へ帰ることなく、異国の大地に眠ることとなりました。この動画は陸軍特別攻撃隊深部隊の元隊員が終戦後にシベリアへ抑留された体験を語る証言です。前回の取材では語られなかった新たな抑留体験の記録です。トイレはね、これだけの敷地があるとして、玄関がこう、そしたら兵舎がずっとこうある。この兵舎から200メートルぐらい離れたところに便所があったんです。この便所っていうのは鶏が泊まるああいうふうな便所。地面からこのくらいの高さね、材木にしめ縄みたいなのをずっとこう巻いて、そこに腰掛けて、そしてひっくり返らんように棒みたいなのがずっとある。もうずっとある。長い便所が。で、仕切りはないですよね。もうお互いにスポンポン。小便も大便もないです。ただ昇降のところだけは、こういうねあって昇降用のある。兵隊とか下士官は全部こっちがずっとそういうふうなところ。それで下の方は地面をこういうふうなになってたんですよね。四角へなくてこういうふうな便所です。それで零下63度まで下がるでしょ。そしたらもうあれがたまるわけね。そしたら刺液として、出てきて、それをなんていうか崩して川の中にポンポンポンしてる。そういうふうな。そしてなんて屋根はもうなんていうかな、半分ぐらいはこう出とったでしょうね。雨はほとんど降らんからですね、雪か動きかぐらい。それけどその兵舎から便所に行くまでが距離が長いですよ。お腹壊したり体が具合悪い人だったらもう途中でね倒れたりしゃがみ込んで用足ししたり、そしたらこのくらいの材木の場合すると兵になってるわけね。でところどころボードが立って鉄砲持ったやつがしょっちゅうこう撃てるわけ。途中でしゃがみ込んだなんてしたら「やばんすけ」ってダバイダバイダバイって言葉でそこにしゃがみ込むなっていうね。それであんまり言うこと聞かれたらバーンと空砲か実弾か知らんけどバーンとかって言ってね、そういうことしよったんですよ。私はそんなの全然もうタバコのブマーシカっていうんですよね。紙のブマーシカくれてロシア人に会うたらブマーシカで少しそれからこのくらいの紙の大きさですよ。それをパラパラっと抜いてくるくるくるっとキャレットが置いてタバコがそのブマーシカそれさえ満足にくれなかったからですね。紙はないですね。だから大の始末はどこにするかちょっと覚えんことなんで。とにかく便所に全部知りまくって便所行っとったら覚えとかってですね。
そうです。鶏がこう止まるみたいにしてみんなしゃがんで、しかしほとんどのものがもう下痢しちゃったからですね。もうほとんどでしょうね。みんな下痢しちゃったんですよ。そういう件が弊社から便所まで持ってきらんで、途中でそういうふうにしゃがみ込んだなんかしてですね。お風呂はないです。もうお風呂は何年でも入ったことないです。お風呂っていうのはないですよね。湯気が当たって、こう白樺のあれでパシャ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 するだけ。ロシア人は我々はお風呂に入らんから、その彼シラミがいっぱい。そういうもう仕事をせんときはもう表に出てしらみつぶし、もうこの洋服いっぺん脱いだらもう縫い目にずーっとおるわけです。それでボンボンボンで潰していって、でもう血がずっとついてね。で生きてる人間にしか使わんですよね。もう死んだ人間にはしらみ使うんですよね。そういうふうな生活です。ない。全然ない。でも生きていかれるんですよ。2年でも3年でもお風呂に入らんでも生きてはいかれます。ただ臭いだけ。しらみが湧いてね。そういう件が5段階ぐらいあるんです。ものすごく辛いところ、食事が辛い、それから被服がない、重労働で、そういうような条件で5段階ぐらい分かるんですね。で、一番待遇の良かったところは、まあ食べ物もね、まあまあ、結構外にも自由に出られて、地方の人がまんじゅうもらったり、お菓子もらったりしたよ。そして仕事もね、わいわい言われるほどの仕事じゃなかったな。日本に帰ってきたの方が、食料事情は日本が悪かったよって。向こうにおった方が食料事情は良かったよっていう人もいるんですよね。だから一概にシベリアのなんとか同一にはできるんですよね。で、それから私たちがおったところが大体悪かったところじゃないかなと思う。そうだよね。そうだよ。私もそう思うです。私たちのところが一番ひどかったんじゃないかなと思う。パンでもね、途中でピンハネされて、もう半分ぐらいになったり、一日に一食、そして重労働、8時間働かざる者は食うべからずっていうその掟があるって、そういうね。それで20人から30人ぐらいが一団となって仕事をするでしょ。そしたら昼飯の時にその中になんじゃねえこっちってロシアの監督が一人いるんですよ。それれから保証が一人。それでその30人の中に、日本の将校も一人いる。将校はもう何も仕事せんで、ただもう我々の仕事場にこう見るだけですよね。そういうふうな、お昼ご飯帯が食べる時に、こういうところに腰掛けてロシア人の監督がパンとかなんて食べるでしょ。だからそばにやってね、近寄っていってこうしてたら第一くださいっていうことはね、ください第一そしてスバシーバありがとうば先に言うわけ。スバシーバ
フレーム、パンのね、フレームで、マリンケ第一、素晴らしいもん。いや今考えたら情けないね。いや、哀れだったなと思うんですよ。そんなことして、そしたらね、あいつらやっぱりパンの端っこばちょっとこうつまんでさ、そして、ちょっと、ほんのパンくずの少しね、食べてみた。すばしばすばしば。俺言うて。それで、タバコを向こうが吸うでしょ。そしたら、もう黙って見てるわけね。で、タバコで、ほんと失礼。そしたらもうすぐと拾いに。そして、残ったやつを、もう、次になって、こういうふうにね、もう本当、そういうような、今考えたら人に言えんようなことをしてきました。そして拾い食いべ何でも拾ってくれてね。今の若い人にそんなこと言ったって、ね、軽蔑されるぞって人に言われることって、実際にやってきたことはしょうがないですよね。